はいどうも皆さん、おはこんばんちは、ちょままたけしです。今日も元気にエルメ次マーボンやっていきたいと思います。ということで、ドミネですね。新ドミネとなって帰ってきたわけなんですけれども、こちらね、いろいろ皆さんのコメント欄とか読むと、ちょっと面白いっていう人もいれば、クソだ、あと、よくわからないっていう人がいて、いろいろ賛否両論を起こしてるんですけれども、俺としては、結構複雑で仕組みもいろいろあって面白いかなとは俺は思ってる。でやっぱりつまんないって言ってる人はルールがよく分かってない人だと思うんで、どういうものかっていうのを解説していきたいと思います。はい。であとどうやって完走できるかっていうのもまず話していきたいと思います。でこのゲームはどういうことかっていうと、もうこのアメリカの地図上を舞台にした戦国国取り合戦みたいなもので、はい、より多く単純に言うとね、より多く領土を奪ったものの勝ちなんですけど、でもまず部屋に入るとこういう風にね、マップ目標っていうのが出てきます。これを皆さん目指すわけですね。なんで目指すかっていうと、これを完了するとその人がそのマップを支配したという風に認定されて、8500ポイントが一撃でもらえます。一撃でもらえるし、あとマップを制覇した支配した数によって、今回はこの左上のランキングがですね、もう24回もマップ支配してる人もいるけど、その数によって、ランク報酬が決まって、デロン・ウィリアムズが、ゲットできますので、もう1枚ね、僕は今ちなみに2回支配してますね。2回支配してるんで、まだ今イベント2日目の早朝ですけれども、多分ねこの調子でいけば1日2回ぐらい支配できれば3以上ぐらいは確定できるのかなと思ってますんで、5、6回6回か7回ぐらいを目標にちょっと頑張っていきたいと思います。はい。でちなみに僕は今ビジーボディっていうで、これホームアリーナを占領するっていうんですけど、ホームアリーナっていうのが全部で8つあります。8つあって、1個はまず自分の本拠地なんですけれども、要は自分以外のところを7つ、ホームアリーナを占領しようっていうんですけど、これはちなみにマップ目標には拠点を同時にとかっていうのがあるんですけど、これは別に同時にじゃないので、1回でも抑えてしまえばそこまた取られようがカウントには入るので、例えば今これ見てもらうと分かるんだけどね、6531っていう風になってて、数がおかしいじゃないかっていう人もいると思うんですよね。全部で8個だからアリーナだから、これは1回でもアリーナを抑えてればいいので、僕は今6個抑えてます。今この中のトップなんですけど、あとね言っておきたいのは、もうね今回協力ゲーだなと思いました。マジで協力ゲー、逆に言うと裏を返すと邪魔ゲーでもあるんだけど、なんでかっていうと、例えばこう部屋割り当てられて、もう完全にもう廃課金のガチ勢とかがいる場合はもうその人に譲るしかないんですよね。だから自分はもう完全無課金で、始めたての人ですっていう人があれば、ちょっと僕から言わせてください。ちょっとガチ勢から言わせてもらうと、邪魔しないでくれっていう風に思いますね。でこれビジーボディってのはホームアリーナを占拠したいわけですよね。ホームアリーナを占拠したい。例えば他の人だったら、例えばもうこことかはもう星つけてないわけですよ。ちょっと結構ガチパで占領しちゃったけど、欲を言えばこういうガチパでも占領するなって言いたいんだけど、星はとりあえずつけてないと。これは多分分かってるんだよ。分かってる。これ協力プレイ。落としていいよってことで、クソなのはこいつですね。ここホームアリーナボストンなんだけど、星20もつけてやがるんですよ。でこういうことをすると何が起こるかっていうと、本当のマジで NBA2K モバイルにも何万もぶち込んでる気にしないやつはもうどんどん落としていくんだけど、こういうことが起こると、マップの停滞が起こります。停滞っていうのはもう何も進展しない、目標に向かって誰も進まない状態で永遠そうで、誰かがクリアしないとマップ入れ替わんない。もしくは自分が制圧してるアリーナが0個、今この右端のところに書いてあるんですけど、今12345人の方は脱落してますね。脱落してます。で脱落すると逆に次のマップ行けるんで、だから諦める場合は完全にもう何もしないっていうのも手ですね。何もしない。そうすると脱落できるので、ただ脱落を待つ間、要は攻めるとね、1個でもホームアリーナ占拠しちゃうと、またそこにこのマップ上に居座り続けることになるんで、
まあ逆にやらないっていうとポイントが全然たまらないんで、それも賭けっちゃ賭けなんだけど、まあ次のアリーナに行きたい、次のマップに行きたいっていう人はそれを使うのも手だと思います。無課金税は完走できないのかっていうとそうでもない。ちなみに俺今2回マップ制覇してるって言って、まあほぼ今5万じゃないですか。ほぼ5万なんだけど、2回なんで8500だから、だいたい1万7000ポイントしかそのマップ支配でしかゲットしてないんで、1万。だから残りの3万2000ポイントぐらいは何でゲットしてるかっていうと、まあもちろんマップを制覇すると100ポイントもらえるんだけど、まああとスタボついてたら200%。あと今回スタボに関しては、あれだね、マップ上に配置したやつの総合計でスタボがつくから、まああんま気にしなくていいけど、まあでも一応スタボパで制圧していくとどんどんスタボがつくので、だから例えばどっかのアリーナでポイントガードスタボ 20% つけてて、またどっかのアリーナ攻めるときにシューティングガードでスタボ 20% つけてて、またどっかのアリーナでっていう、なんか加算されていく多分システムだと思うんで、はい、まあスタボつけてた方がもちろんいいんだけど、言いたかったのはこうサイドハッスルで稼いでます。結構ね、これでも1000ポイント2000ポイント結構稼げるので、だから僕はなんでいいって言ったかっていうと、最初にまず感想は別にできる、ただこっちをやりだしちゃうと廃課金への道なので、こっちを狙うんだったら厳しいけど、マップ制覇を目指すんだったら、ただこっちで完走はできる。まあただ意地悪なのではまあちょっとね、フリーエージェントを雇うとか、そういうちょっとコイン使わないといけないやつもまあ入ってるけど、まあでも無課金税でも、だから無課金税でもまあ50コインとか100コインとかぐらいは使う覚悟でいってください。まあ8ポイント以上で勝利するとかも、まあパワー差6万ぐらい差で突っ込めば、もちろん点差が0の相手とかだったらまあ8点差ぐらいいけます。はい。ベンチスロットを埋めるとかもあるんで、まあもうマップ支配を他の人に譲るよっていうんでも、そのマップ目標以外のところでアリーナをちょこちょこ取っていくのは全然いいので、はい。まあそういうところでベンチとかも埋めてあげるのも手かなと思いますね。はい。じゃあちょっと僕はもうちょっと今最後、もうここのちょっとボストン目指してね、こいつマジクソだね。もうマジ星でこう固めてるし、自分のところを攻めづらくしてるんですけど、まあでももうこいつボコしてやる。で世界を救います。もう本当にマップを支配する人は使命感を持ってね、みんなはもうマップ制覇してほしいと思ってるんで、誰かがもう使命感を持って、俺がこの世界を救うんだっていう気持ちで。超村間武の LBATV。 じゃあやっていきましょう。でもうこいつ雑魚なんで、まあ点差2点差あるけど、多分24万パワーだったら1万2万ぐらいだと結構で負けたりするんですけど、てかスティールが結構できないんで、でも3万ぐらいあれば結構楽々スティールできるんで、まあ試合に関しては結構ね、結構勝てるようにしてくれてます。やっぱりパワー差があれば。オーケー、ほら3も入るし。さあただ相手カリーいるんでね。オーケー、ナイス、いいよ、落とした。いけた、いけ、嘘、落とすんかいそこ。オッケー、いいよ、いいえ、よし、グリーン出た。グリーンがマジ出やすくなってます。正直まあもちろんパワー差があればだよ。だからなんかもうイベントによってこのグリーンとか調整されてるような気がする。はい、飛ばして、よっしゃ、いいね。これ8点差いけんじゃないか。今俺ハッスルポイントで8点差ってのがあったと思うんですけど、はい、オッケー、8点差目指そう。何がしばかれてんだよお前。タフ。オッケー、これいこう。いいけ、ピーペン、次はやり返せ。よし、8点差。これで勝てばサイドハッスル1200ポイントもらえる。さあこれ最後決めていくんだよ。オッケー、いいよ、勝ちました。オッケー、サイドハッスル、これでかいでしょ。でかいよマジで。でこのようにポイント、今俺めっちゃスロットを埋めてっていうのがめっちゃあるけど、でこれベンチスロットポイントガードで埋めてっていうのは合計なんで、だからこういう風にわざと俺ミッションによってこう戻って埋めたりとかしてますね、わざと。でこれポイントガードだから1個埋めてと。でスモールフォワードもいたな。待って、スモールフォワードいたのに、いた。スモールフォワードで埋めて確認。後から追加できるんでね、フォワードこうつけて。俺はもうガチ勢だからいいんだよ。俺はもうガチ勢だからガンガン星つけていいんだけど、やっぱり埋めちゃうともったいない。
はい、とりあえず今私、コレクションまで来ましたね。コレクションまで。で、まあ完走も確定してる。今土曜日のもう朝時点で行ってるんで、完走は確定してるし、あとここをもう制覇するんで、まあいいや、とりあえず、上攻めていくか。5点差だけど、まあパワー差が低いんで、パワー差優先でいこうかな。でもあと2回しかないんで、もうパワーもほぼ、もうあと2個占領すれば俺このマップクリアなんで、そういう場合はもうガンガンもう1軍投入しちゃっていいですね。ワンチャン5点差でも勝てるかな。ちょっとほぼ2軍みたいなのでいくか。ちょっとこれでいきましょう。これで、ワンチャン5点差っていけるかもしれない。これが入ったらいける。いける !5 点差、点差でも、やっぱり5点差だったら勝てるぞ。あ、嘘、ファル、嘘。あれ、おかしいぞ。まあ、しっかりと抑えていきましょう。まあ、パワー差はあるので、OK、抑えている。リバウンドする OK ないです。いいよ。で、これでもう、逆転のチャンスですからね。あ、中合わせる。確定。OK、これ同点だから、勝てる。5点差でも勝てます、皆さん。パワー差で。マジで勝ちやすくなってますね、正直。まあ、今回、こう、点差制度。ちょっと待って、スティールができん。落とせ、オッケー。あ、くそ。カリーか。まあ、オッケー。いいよ、オッケー、いいよ。さあ、逆転しました。オッケー、勝てそうですね。で、もうここ来ちゃえばもう、パワー差もあるんで、もうここ一回逆転しちゃえば勝ちですね。オッケー、しばいていく。カリーで、確定。マジグリーンがめっちゃ出ます。そう。グリーンがマジめっちゃ出る。ちゃんとパワー差があればね。でちなみに、膠着状態って言ってたけど、どんだけ膠着状態だったかっていうと、このアリーナ。大体、まあ、睡眠時間も挟んでですけど、大体18時間ぐらい、このマップ更新してないんで、多分。オッケー、オッケー、勝ちました。オッケー、ほら、1クォーターで12点も取れるから。やばいでしょ。はい、オッケー、これで制覇しました。で、確認。オッケー、サイドアスクリア。ここにあるかな。まだ見てない。全部見切れてない。あ、いた。これで OK。はい、これでもう。結構マジサイドハッスルでめっちゃ溜まるでしょ。えぐいっすね、これ。これじゃあ、こいつに挑みます、これ。20点差なんで、多分ね、5回、下手したら5回ぐらいかかるかもしれないけど、とりあえず、で、もうガチパでいきます。もう完全ガチパで、こいつボコにいきます。20点差でしょ。えぐいでしょ。だからここは捨て試合だね。だからこういう風に、無駄に、ガチ勢にエネルギーを使わすことになるんで、こういうので結構停滞の原因になるので、マジで無課金勢で、もう僕は支配とかいいです。もうガチ勢の方が支配どんどんしてくださいっていう人は星つけんなマジで。まあサイドハッスルでね、そうなんだよね。サイドハッスルでも星をつけざるを得ない時もあるんだよね。むずいんだけど、なんていうんかな、特に目標によっては他のアリーナではつけていいよ。ホームアリー、今回ホームアリーナがその目標だから、ホームアリーナ以外だったらサイドハッスルのためにベンチ入れていいけど、それ以外はマジ入れるなって話なんで、はい、ちょっと邪魔しないようにね。あと他にマップ目標どういうのがあるのっていうのは、俺3つ見てて、まず1個はこのビジボでしょ、ビジボディでしょ、アリーナ7つ、他のだから自分が最初に持ってるアリーナ以外を7つで、同時にじゃないんで1回でも制覇すればいいんで、累計でっていうか、まあ1回はそのアリーナを絶対制覇する。その累計なんで、同じところを2回も3回も落としてもカウントには増えませんけど、まあ累計で1回でもその場所のところを、例えばオーランドだったらオーランドを1回でも、オーランドを2回落としてもそれカウントは1なので、オーランドをオーランドを落として、他のスパーズとかクリッパーズとかそういうところを1回でも落としてれば、その数で計7回ですね。はい、その後落とされても別にカウントは減りません。1回でも落としちゃえばいい。それがビジボでしょ。あとコーストトゥコーストっつって、西海岸と東海岸を、アリーナを攻め落とすっていうのがあるんですけど、それは西海岸と東海岸で、よく勘違いするのはさっきのマップで周り全部海だって一瞬勘違いしちゃうんだけど、あれ違うからね。リアルで考えてください。上は北カナダで、下の半分はメキシコと隣接してるんで、海じゃないところもあるので、あと西海岸と東海岸なんで、確かマイアミとかかなの方は、中央のところは海岸
だけど西と東じゃないんで、言っちゃったら南海岸になっちゃうので、本当に東と西の一部だよね。だから東で2個西で2個っていう2個同時にやるっていうのもありますけど、俺はそこを2回ともクリアしてるね。今クリアしてるのは。あと20個アリーナを支配する。同時だっけあれ。ちょっとそこはなんか一瞬で結構ガチ勢のスーパーガチ勢が、まあ俺も昨日は日中仕事だったんで、その20アリーナっていうのが1回来たけど、20個アリーナを同時だったか忘れちゃったけど、まあアリーナを制覇するっていうのもある。はい。まあ案の定無理でしたね、やっぱり。ただこれがどんぐらい減ってくれるか。待って、なんか数字バグってね。29ってなってるけど。お、一気に10減りましたね。なんかね、減り方はね、俺正直わからん。減り方は正直わからん。でも多分一番下の星がぶっ壊れたな。多分ね、3回、これあれか。この単位ごとに減っていくのかな。ただどこが減るかはちょっとランダムかもしれないけど、多分それだと見た俺。はい。でももうこれ勝てばね。まあ、10点差もまだちょっと厳しいかな。ちょっとでも狙えます、正直ここで。パワー差もうパワー差は6万以上。7万近くあるんで、もうカリーの3がフィーバーすれば。7万あるか、多分。7万。あ、これ勝てるかもしれないぞ。カリーでフィーバーする。さあ、行きました。落として。くそ。やべ、1点でも決められるとちょっとえぐいぞ。はい。確定ザショット。オッケー。マジで3決まるんで。まあ多分、これ落とせなくても、次で落とせるな、絶対。くそ、しばげねえぞ、なかなか。オッケー、しばいた。オッケー、いいよ。抜けた。はい、これで。うそ、やばい。まあ、さすがに全部の水入るわけじゃねえかな。まあ、10点差以上は厳しいよね、言うても。くそ。てか、マークが入れ替わってる。えぐっ。くそ。はい、ここ確定だ、ショット。オーケー。勝てたな、この試合。マジディフェンス頑張れば。さすがに10点差は無理か。ここチョッパーで終わらして。でも、いけっかな、ワンチャン。ワンチャンいけっかな。普通に0点に抑えてたらいけた。オーケー。でも、スティールの仕方が。くそ。やっぱかかっちゃったか。で次は多分ボコせる。超村山武史の NBA TV。はい。で、星またぶっ壊れましたね。はい。じゃあ、やっぱ星が高い順からぶっ壊れるかもしれないね。はい。もうパワー差圧倒的です。もうやばい。で、だんだん、ボーナスがつきますからね、負けるたびにね。それはありがたい。はい。もうここじゃんじゃん。うそそこ外すんかい、初手。でもワンチャンちょっと集中しないと、やっぱ4点差があるんでね。オッケー、しばいていく。さあ、ここは、オッケー。勝ちますよ。これは勝ちますよ、マジで。じゃんじゃんスティールできるんでね。バーガーおい何やられてんだよ、おい。はい、確定。嘘。オッケーオッケー、確定だ、ちょっと。もう確定です、カリー確定です。もうパワー差がね、えげつないんでね。はい、ここもスティールじゃんじゃんいって、はい。KZ。オッケー、勝ちましたね、このキャラクター。やっと支配できるマップ。やっとマップ支配できますよ。本当に時間かけやがって。本当にふざけんな、運営。でもね、ゲームとしては楽しいよ。ゲームとしては俺は別に、これ、クソだとは思わないです。やっぱおもろい、こういうやっぱこう、男心くすぐるよね、こういう戦国時代で領地を広げるっていう、いろんな要素があって。まあもちろん改善の要素はあります。もうね、白旗モードみたいなのもなんかつけてもいいのかなと。もうなんかもう完全にやらない人はもう、なんか抜けられる条件みたいなのつけて、下手にマジ停滞しちゃうとね、ちょっと萎えちゃうんで、その辺の改善の要素はまだありだとは思うけど、まあ、初めてでしたね。まあ今後改善していくと思うんで、パワーキャとかも、マジ最初すげえクレームあって、めちゃめちゃ改善されたりもしたんで、まあ改善の要素はある。あと8000、あとね、目標によってね、変えてもいいと思うんだよね。全部が全部別に8500ポイントにしなくてもいいと思うんだけど、まあ、あとまあ、やっぱ運の要素もあるからね、部屋運とかもあるので、はい、まあ勝ちましたね、とりあえず。まあ、とりあえず勝ちました。OK! これでマップ支配です。3回目のマップ支配。はい、OK! マップ支配しました。これでいきますよ。マップ支配の瞬間見せましょう。はい。おめでとうございます。いやー、これ8500ポイント決中だけど、
達成感でもありますね。これでマップ支配1トロフィーゲットしました。これで3つ目でまた入れ替わります。でこれでまたでなんかこれ受け取んないとさ、今回なんかマップ入れなくなったよね。受け取ります。 OK やりました。でこれでまた検索してくれると。でこれでまた検索、はい検索してますね。検索してます。でちなみに今ので俺なんか作るようになった。まあちょっとすぐ作んないけど、お IT 作れる。今回ちょっと IT 欲しいんだよな。あと誰だ、あと JSON キットもいるけど、どっちかって IT の方が欲しいな。あ、カズンズね。カズンズも作りたいな。まあこれは作れるけど、多分俺2個ゲットできると思うんだよ。まあちょっとカズンズもちょっと欲しいな。はい、そんな感じです。はい、来ましたね。はい、新しく、お、なんか日本人が多いかもしれない、今回。はい、で、来ましたんで、これ何？あ、コーストトゥーコーストですね、これ。さっき言った。で、ターゲットセンターだ、俺。ターゲットセンターなんだ、俺。で、あ、ワイルドカード2個あんねん。で、マジでガチに対しては、マジスタボで、スタボがさっきあれだったらハッスルだったから、あ、スモールフォワードでセンター埋められる。センターいいって、あ、タウンズあ、星5がいるんで、あ、待って、そしたら別に俺はガチ勢だ。でもここの目標はホームアリーナとかあんま関係ないから、がっちり守ってもいいと思いますね。はい、星の数がいい。でちなみにホームアリーナだけ多分2倍になるね。ホームアリーナだけ星の数が2倍になるんで、結構がっちり守れるっていう。ださっきのところもホームアリーナだったからえげつなかったんだよね。だからここをまず諦めてください。譲る人は。特に拠点をさっきみたいにビジーボディあれとかだったらガチ勢じゃない方は拠点をマジ諦めてください。はい、ということで今度はもうだから今日中乾燥いけそうですね。あと1回支配すればいけるし、あとまあハッスルポイントでどんどん稼いでいくし、はい、まあそんな感じでございますんでね、皆さんぜひより高い報酬目指してとりあえず頑張ってください。で僕はとりあえず今のでランク1返り咲きました。だから1日2個ずつ支配ぐらいできれば、まあ結構ランク1下手したらまあ2ぐらいまでいけると思いますんでね。はい、まあより高い報酬目指して頑張ってくださいということで、まあとりあえず1日やってみて僕なりのまあ感想ですね。まあドミネこうやればいいんじゃないかっていう、まあ、攻略法みたいなのをちょっとざざっと話してみました。まあぜひ参考になったって方はグッドマーク、高評価、チャンネル登録をお願いします。それでは今日はこの辺で動画の方は失礼します。また次の配信か動画でお会いいたしましょう。それでは See you next time! バイバイ。いや個人的にはいいと思ってますよ。Living life, every day, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. Fuck me, I'm looking in the mirror, so foggy, but I've never seen clearer.